皆さんこんにちは。チーのグルメ旅。今回の滞在先は中国上海。今回は旬を迎えた上海ガニを目当てに上海グルメを食べ尽くすグルメ旅。小籠包、カニ麺、昔ながらの上海料理、激辛火鍋に香ばしい北京ダック、さらに新鮮な海鮮料理まで、美味しさと感動が詰まった上海の食巡り。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今成田空港第3ターミナルにおりまして、今日はこれから中国の上海に今年3回目の旅行に行きたいと思います。今回はですね、念願の上海ガニの季節に上海ガニを食べるグルメ旅をしたいと思います。もちろん上海ガニ以外にもまだまだ食べたことない上海の美味しいグルメたくさんあると思いますので、食べていきたいと思います。それでは行ってきます。日本だと結構上海ガニってかなり高級料理の部類に入るんですけど、本場の上海まで行けば結構お得に食べられるみたいなんで、値段がどれぐらいなのかとか、どんな感じで食べることができるのかっていうところも皆さんにお伝えしたいと思います。はい、プートン国際空港に到着しました。今夕方の5時なんですけど、とりあえず晩ご飯の時間が迫ってますので、ディディ呼んで今日泊まるホテルの方に向かいたいと思います。ディディまでの乗り方は、出口出てすぐ右側に進んでいくと E ハイリングっていうところを目印に進んでいきます。ディディのピックアップの乗り場は地下2階にあります。エレベーター出てすぐのところをここにいるよって写真を送ればここまで迎えに来てくれます。無事ディディに乗れました。今回の滞在エリアは虹橋エリアになりまして、今夕方の6時だからかちょっと道も混んでて1時間ちょっとぐらいかかるみたいです。193元、約4000円ぐらいですね。いつもよりもちょっと高いと思います。今回宿泊するホテルはグランドメルキュール虹橋上海に泊まります。今日泊まるお部屋は13階の03号室です。広い。一泊一部屋13,000円。そこまで高いってわけじゃないけど、広さが40平米あるのですごいお得感ありますね。キングベッドです。ふかふかだ。テーブルがあってお酒飲んだりできそうなちっちゃいテーブルもある。景色自体はそんなに良くないかな。コンセントもここと枕元にもあるので充電には困らなさそうです。年季感じる感じではあるでベッドの正面にテレビがあってパジャマがなんか種類が異なる2種類用意されてます。スリッパもふかふか系のがあって金庫もあります。キッチンついてる。コンドミニアムみたいな感じなのかな、このホテルは。5つ星ホテルって書いてあったけど、こうちょっと長期滞在もできるようないい感じのビジネスホテルって感じ。氷が無料でもらえる。お湯沸かせます。冷蔵庫もあります。これは有料っぽいですね。シンクがあって無料のお水もあります。洗濯機ある。これは嬉しい誤算でした。バスルームも広いですね。ゆったりめのバスタブがあって、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープも完備。トイレは中国ではちょっと珍しいウォシュレット付きです。これは日本人には嬉しいですね。洗面所も清潔感があります。アメニティ類は1階の受付のところで好きなものを取っていくっていうスタイルでした。広いし清潔感もあるし設備的にも十分すぎるので、こちらのホテルすごくいいホテルだと思います。めっちゃ寒い。気温が3度。今回の上海旅1食目の晩ご飯食べに行きたいと思います。予約してないけど入れるかな。すごいちゃんとした門構えだけど。何名ですか？6名です。入れます。上海街にちょうど最後の一部屋空いてるって。めっちゃ混んでるじゃん。今日平日の火曜日なのにこの混み方。大人数で来たからこういう感じで個室に入れるのは嬉しい。乾杯。紹興酒の飲み比べセット。お、ちょっと違う種類のやつ。もっと無理。これはだからスーパーのお酒と違う。これ美味しい。お店の日本語が喋れる人がいて注文がすごいスムーズでした。酔っ払いエビ。中に味噌がすごい入ってんのかな。匂いは紹興酒。やばい。めっちゃうまいこれ。濃厚すぎるんだけど。名物の鶏来ました。いただきます。
めちゃくちゃジューシー。うまっ。ご飯が欲しい早く。カニ味噌麻婆。酒とカニ卵って感じかな。お前ご飯じゃねえかよ。ご飯とやっぱ合いますよ。でしかも3つしかないのに1個丸々取りたい。あ、確認が来てる。あ、やばいやばい、確認演出が。これ忙しいな、これ。すいません。上海名物の角煮ですね。なんだかんだ今回食べるのが初めて。角煮めちゃくちゃうまいですこれ。思ったより甘くないですね。魚に醤油の味がすごいして、豚肉はめちゃくちゃ柔らかくて醤油の味がしてすごい美味しい。まあでも食べ進めていくと紹興酒たまにちょっと入れるとすごい美味しい。味付けうま。ただの塩炒めじゃない。あ、全部うまい。初手から暴力的なうまさですね。平日でもここまで混んでる理由がよくわかる。歌ってです。春雨ガーリック。中国はこういう春雨でガーリックで食べる。うん。おだてプリンプリンだね。うん。だってみんなお酒飲むって泊まってご飯食べてる。角煮がむちゃくちゃうまい。あ、好き。ヒット。甘くないね、今ね。うん。もっと甘いんだと思ってたんだ。これは日本で食べられない味だと思う。うん。まあ角煮がちょっとおかわりしたいぐらいうまかったんですけど。うん。牡蠣は結構しっかりなんですね。しっかり蒸し。牡蠣です。うん。紹興酒ですかねこれ。カニ小籠包。これ結構高級でした。うん。これは普通かな。そこで作ってないと思う。値段高かったのに。小籠包怒ってます。物を選ぶな。これは頼んだ方がいい、これは頼まない方がいいっていうのがやっぱあるよね。これがメス。ああ、オスとメスだ。確かに見た目のフォルムが全然オスとメスと違います。メスの方が爪はちっちゃいけど甲羅がでかい。オスの爪とメスの爪。この味噌の部分をね。うめんか。濃厚で身がめっちゃ甘い。ちっちゃい体にギューってした味する。感覚的に言ったら毛ガニにすごい近いんだけど、毛ガニよりも100倍繊細にした味みたいな。あ、高級ですねって味。ではいただきます。味見深みがあるけど1回は食べた方がいいぐらい濃厚な味。初めての上海ガニ。合う。上海ガニからの紹興酒がめちゃくちゃ合いますね。うん、グッとしてる。でもやっぱりここかな。これは上海ガニで見たら大きい方ですか？メスの方。そんなに大きいのじゃない。もっと大きいのは258以降です。これは158。うん。オスでこのうまさ。今オスだったのか。待って、メスすごい。卵だらけだ。メスの上海ガニいただきます。うん、こっちの方が濃厚。よくカニ麺に入ってるやつこれだ。ハウスがやっぱカニ麺が好きだな。カラスミのような濃さ。なんか感覚的にはメスはなんか味が全部卵に栄養いっちゃってる感じだけど、オスの方は身もちょっと甘さあるかなって感じ。なんか美味しい紹興酒も頼めて、上海の名物料理も食べれて、で上海ガニも楽しめるっていう意味ですごいバランスがいいお店でした。ということでごちそうさまでした。おはようございます。今日は2日目なんですけれども、これから非文化遺産に選ばれたとっても美味しい小籠包のお店があるということで、そちらに行きたいと思います。到着しました。文春小籠館。今日平日水曜日の今12時頃ですけど、お昼時ですけどそんな並んでないですね。よかった。入っていきます。いいね。あ、めっちゃ撮れるスタイル。思ったよりも並ばずスムーズに5分ぐらいで入れました。パークをいただきます。うん。
うまっ。上海焼きそば、なんだかんだ上海焼きそば食べるの初。いただきます。うん、うまっ。もっと甘いのかと思ってた。香ばしい、美味しいですね。ネギ麺、小籠包来る前に。うん、ここのネギ麺うまいわ。高菜と細切り豚肉の麺いただきます。うん、これもめっちゃうまい。これ今一番しびが飲みすぎて。あんだけ包んで飲みたらもう絶対美味しいですよね。カニ小籠包いただきます。カニ小籠包2ついっていいですか？鉄口状。めちゃくちゃうまい。ここのカニ小籠包、カニランキング上位に食い込んできた。肉もちゃんと入ってて、カニの味もしっかりして、あんと皮のバランスも良くてめちゃくちゃ美味しい。最初は海鮮かよ、海鮮っぽいって言うんだけど、これなんか食べ終わった後に普通のじゃなくてカニの方がうまかったな。ちょっとやばいですこれ。ここのカニ小籠包、南京トンロとかあっちの中心地の方だと1400円ぐらいするけど、58元だからそこまで高くないな。普通の小籠包もいただきます。食べて。食べようか。うまっ。普通の小籠包もめちゃくちゃうまいわ。皮がすごいうまい。これで18元はやばくないですか？外国人みたい。カニの小籠包おかわりする？もう一個食べたい。ここのネギ麺めちゃくちゃうまい。これ全体的にいろいろ食べれていいですね。なんか、この価格だったら確かにひどいは毎回食べに行きますよね。300円の小籠包と300円の麺で600円で最高ですよね。なんか家の隣に欲しいよ。お怒りです。小籠包って一口でいきたいよね。切ったら出ちゃうので、そのままスープを先に飲んで、これからそう食べる。思うんだけど、もうちょっとスプーンをでかくしてくんないかな。そう思いました。ここのカニ小籠包はマジでうまいですね。すごい美味しかったです。この道絶対来た方がいいと思います。ごちそうさまでした。小籠包でお腹もいっぱいになったので、ちょっと散策しようと思ってタコ坊に来ました。タコ坊に来るのは2回目なんですけど、ちょっと食べ歩きなんかもできたらいいなと思ってます。気分的にはちょっとお茶とか飲みたいけど、めっちゃいろいろあるな。こんにちは。こんにちは。ナンバーワン。ね。フォーク。フォーク。ビーフ、シュリンプ、メガス、ポダ、very delicious。美味しいのかな。ジャパン。へいせい。いただきます。うまっ。フルーツ飴初めて買ったんだけど、やべえこれ。おじさんちょっと大変なうまいもん買っちゃいました。原宿なんだよこれ。でも超うまいです。これどうぞ。みんなでシェアしようかなって。うまくない？なんだ。まあマジか。ブドウだね。ブドウ。うん。ちゃんとしたフルーツを残して。ビビったビビった。精巧なロボット。ここは香り袋のお店かな。こうやって匂いのサンプルをやって嗅いで作ってくれる。いい匂い。これの匂いめっちゃいい匂い。寝室とかに良さそうな匂い。買おうか。じゃあこれ、種類がありすぎる。可愛いけど。なんて書いてあるかわかんないけど。おしゃれだね。シックだ。じゃあこれにしよう。先生。買えた。お菓子の店、ごまの店、いっぱい試食あるよ。いただきます。しょっぱめ。あ、ちょっと甘い。いろんなお菓子が売っている。確かに嬉しいかもね。これ袋詰めしてくれるんじゃん。隣の店も入ってみよう。焼き菓子系かな、こっちは。うまい。パイナップルケーキかな。お土産決められるのいいね、これ。うまこれ。おいしい。ここは全部箱に入れてくれてる感じですね。
がっつり試食ができるから絶対に外さないお土産を買えるのが嬉しい。飲んでる人が昼間からたくさんいる。これは何の店？チョコじゃない？美味しそう。食べてみ。上質なのはわかる。うまっ。こういう風に袋詰めにして買えたりとか箱に詰めてできるんだ。都是用真材实料的，后过来买啊。ふわふわだ。タゴボ1時間ぐらいなんだかんだ回ってなんかいろいろ食べたり見たりできました。お土産も買えたし。2日目の晩ご飯を食べに来ました。今日もものすごい寒かったので体を温めに辛い火鍋を食べに来ました。本場の重慶式の火鍋が食べられる評判のいいお店に来ました。几天不吃，天天想念。店員さんがめちゃくちゃ辛いけど大丈夫ですかって聞いてます。これは辛さの調整ができないやつですね。私がチャット GPT を駆使して中国で一番辛い火鍋どこですかと出てきた店で、これを減らすだけ。ああ、辛いんだ。そんなに解決に至ってないですよね。根本的なものではない。これがもっと大人数用なのかもしれない。さっきなんかそこが何人前とバターが何個でいいですかみたいな。バター3って書いてあったんで、下手したらこのピースを減らすのかもしれない。なんか具は僕湯気めっちゃくだったんですよ。具はここの中に入れたりする。肉とか失わないように。引き花純生。これはタレを作る場所。パクチー、ネギ。これなんだ？お多分標準的なのはこれだよっていうのを多分ごま油を最後。美味しそう。あ、うまそう。で真ん中に入れるんだよね。これは柔らかい肉。翻訳で見たら3分ということでした。さあ、じゃあキノコを入れちゃいましょう。辛そう。焼肉みたいな牛ですから。シェシェ。うまそうだな。さあ、お肉食べましょう。えい。どうなのか。いただきます。美味しい。美味しいよね。うまっ。辛くない全然。めっちゃ肉柔らかくてうまい。チャーハン5軒。いやいや、全然うまいですよ。手切り肉10秒から15秒って書いてますね。前もそうだったじゃん。手切り牛肉です。新鮮。牛ガエル10分。カエルはやっぱさすがに多分想像してたよりは辛くない。タレにくぐらせると美味しいマーラーの味になる。ほんとね、火鍋食べてる人ならわかるよ、このうまさが。うまっ。うまいよね。最高です。すごい量のごま油を摂取してるような気もする。豆腐って書いてあったけど、もちもち。餅だ。カエル食べたことあります？いや、初めて。どうですか？あ、よし。あ、そっちに置いといて。タンパク質系。すごい柔らかい。そうそう。へえ。肉団子。美味しかったです。味がうまい。辛い。洗い方理由がわかる。これ何？進んでない。だから辛くないって言ってたけど食べ進めるとやっぱ辛さが舌に残ってきて今だいぶ辛い。箸休め。あ、大丈夫だよ。あ、そうか、呼べちゃうんだ。締めは刀削麺です。締めの刀削麺です。やばいやばい。大丈夫これ？美味しかったです。ここでも写真ビジネスが横行中。映えますね。
ねえ、これ予約しててもこんな並ぶのやば。ルイ・ヴィトンの船の予約は事前に WeChat からすることができました。日付を指定するとこのように画面が出てきます。行く当日になるとこの今手で隠してる部分に QR コードが出てきて、これでピッてやって中入っていくって感じですね。15分ぐらい並んで次入れます。この予約取ったのが10日間ぐらい前に取りました。その時に旅行来てすぐ取るっていうのは難しいと思います。やだー。歴史が書いてある。すごい。なんだこれ。すごい。ヴィトンのボックスでできてるアーチみたいな感じですね。これに無料で入れるってすごいわ。うわ、次もすごい。2つ目の空間は絵はがきみたいなのと昔のヴィトンの歴史があるボックスが展示されてる。1888年のヴィトンの箱ですか？歴史そんな深いんですか、ヴィトンって。3つ目の空間は気球というかテントの中にいるような感じになってます。4つ目の空間は本がいっぱいありますね。5つ目の空間は香水だ。めちゃくちゃ可愛いよ。1927年の包装紙。5つ目の空間はラボみたいな感じ、工場っぽい感じになってます。実際に作業してる人がいる。一個一個手作業で書いてる。ちゃんと開くかっつ。6つ目は運動場みたいな空間になってます。スニーカーとか。そろそろもう終わりかな、さすがに。7つ目の空間はファッション、ランウェイみたいなポップなちょっとサイバー的な空間になってます。全然詳しくないからわかんないけど、これはすごい展示なんじゃないでしょうか。なんかこのバッグ芸能人が持ってるのよく見る。あ、一番新しいのは2024年ってなってるもん。あ、歴史たどってきてここが一番最新ゾーンですね。あ、そんでここに来るわけや。このデパートの中のルイ・ヴィトンのショップに最後つながるっていう構成になってるわけ。あっち側からはショップに入るお客さんが入ってくる。もう値段はね書かないっていうスタイルだから。一瞬で見終わっちゃいましたね。事前予約しといたからスムーズに入れたし、無料とは思えないクオリティの展示でした。事前に日本で予約ができた方はぜひ来た方がいいと思います。で、11時にちょうどなったので天津食べに行きたいと思います。到着しました。大混雑大混雑。前回入れなかったから今回は入りたいな。開店5分でどうだ。入りそう。7人ですよ、7人。円卓のボタンを押すと回ります。もう一回押すと止まります。たくさん来ました。早速いただきます。エビの片焼きそばみたいなやつ、結構細かく割るんだって。あ、これとかぶった。むっちゃくちゃうまいよこれ。めちゃくちゃうまい。カニのあんがすごい大量にかかったおこわ。めちゃくちゃうまい。濃いわ。カニの味がめちゃめちゃダイレクト。のり塩のお米みたいな天津。ポテチのおにぎりみたい。ワンタンスープも名物だっていうことで。あとプリプリだ。カニ小籠包いただきます。ここのメニューの一番上に載ってました。カニ小籠包やばい。一番うまい。これはやばいわ。これナイスだって。これうまい。パイみたいなやつ。これは焼かない方がいい。これなんか不思議味じゃないですか。何なのかな。角煮？焼き小籠包です。これやばいですね。やけどしました今。なんだよ。でもやっぱ生の方がうまい。味めっちゃうまい。ここの焼き小籠包はむちゃくちゃうまいです。中がこんな感じであんぎっしり、タレが全部皮が吸い取る感じでめっちゃくちゃうまい。熱いけど。
ちょうどいいよね。すげえうまい。桃みたいなパイいただきます。じゃあ桃味かなパイいただきます。うまっ。ピーナッツ桃味だ。つももだ。ここのお店はカニの小籠包とカニの焼き小籠包が特に美味しかったんで、来た人はぜひ頼んでみたらいいと思います。ということでごちそうさまでした。これから七宝古鎮という上海から最も近い水郷に行きたいと思います。1000年の歴史がある場所ということで、上海中心地からはタクシーで40分ぐらい、約15キロぐらい先にあります。地図が結構広いんだね。食べ歩きができるところ来ました。ここの通りで人気の丸いお団子みたいなスイーツのお店行ってみたいと思います。ただってのは1個だね。1個1粒だから3粒でいいんじゃない？これ種類違うの？一緒です。一緒です。うまっ。中にごまペーストが全部いっぱい入ってて甘すぎなくて、この団子がすっごいもちもちで美味しい。一粒100円、ちょっと高いかなと思ったけど結構でかいんで、みんなでシェアして1個ずつとかでも食べられるのでいいですね。お肉入りとかもありました。このごまが一番有名なんだって。あれはまた食べたい。甘かったな。砂糖のシャリシャリ感ちょっとありますね。なんか不思議な、甘すぎないけどちゃんと甘いみたいな。箱もさ、食べてるよ。それはちょっと食べられる。これ美味しい。問題じゃないよ。おー、でかいやつにしてくれたぜ。あ、安っ。ちょっと待って、昨日の半額以下なんですが。昨日も食べて美味しかったんで今日も買っちゃいました。今聞こえちゃいけない音がメインの橋に到着しました。結構この水郷自体はこじんまりとしてて、多分1時間ぐらいあったらぐるっと回れちゃうような感じなんですかね。でかいねそれ。ジューシー系なんかよ。今日の晩ご飯は豪勢に北京ダックを食べに来ました。じゃん。ミシュランに7年連続で選ばれた名店ということです。ノミネートされすぎてる。こんな綺麗なとこ来たことないです。来たことないんだけどでしょ。結構重厚ですね。北京ダック1匹6000円ぐらいですね。今まで中国に来た中で一番高級な店に来ちゃったかもしれない。北京ダック頼んだんですけど、今から焼くから70分かかるって言われてます。このチンタオビールなんか違いますね。うまっ。めちゃくちゃうまい。みんなで飲んだ。あ、濃い。緑のやつ。中国風おひたしみたいな感じかな。貝いただきます。柔らかい。あ、辛い。ブロッコリー炒め物。うまっ。なんか全部お酒進む味じゃないですか。きのこの小籠包いただきます。しいたけ。それは野菜シューマイ。すべてがナッパのシューマイ。おいしい。ついに来ました。焼きたての北京ダック。砂糖をつけて食べたら美味しかったよね。いただきます。やばい、ここめっちゃうまい。塩こう巻かれて甘いので、このタレでされる。
巻き方が汚いんですけど、焼きたてだからかジューシーさ加減が全然違う。かなり上品な北京ダックですね。確かに一匹の量がここちょっと多めかもしれない。お肉付きで切ってくれるから。過ぎたら永遠にうまっ。香ばしい。ラスト1個いただきます。すぐなくなっちゃった。北京ダックの中身をフライドチキンみたいにして持ってきてくれました。味付けがうまい。ほぼ骨ですけど、ただなんかこれを出してくれるのは嬉しいですね。締めはワンタン麺です。おー、美味しそう。そうめんみたいな感じ。ラーメンっていうなんか本当に優しい締めって感じの麺ですね。入れたらこれパコ麺みたいな。ごちそうさまでした。おはようございます。今日は4日目で今お昼の11時なんですけれども、今日はこれから上海で一番有名なカニ麺のお店に行きたいと思います。カニ麺のお店結構いろいろ行ったことあるんですけど、上海の中で一番知名度があるんじゃないかなっていうお店、まだ行ったことがなかったので行ってみます。友好記念館っていろんなところに何店舗もあるので、滞在先の近くのに行けるのがすごいいいところだと思うんですけど、今回泊まってるのが西橋エリアの方なので、そこの近くのに来たんですけど、なんかねすごいローカルっぽい感じになってます。定食みたいな食べてる人とか、蘇州麺食べてる人が多くて、カニ麺食べてる人は誰もいないですね。でもワイタンの方とか人民広場の方のレビューとか見るとカニ麺ばっか食べてて、でメニューは全店一緒な感じなので、どこの店舗に行っても食べることはできると思います。中国でコンビニでいろんなお茶が売ってるんですけど、これがすっごい美味しいのでおすすめです。ウーロン茶ね、今の初飲みジャスミン茶はねすっごい美味しい。甘くないし、もちろん香りがめちゃめちゃ豊かでね、安くて美味しいんで、ぜひ見かけたら飲んでみてください。ウーロン茶は初。美味しい。なんか入れたてのお茶みたいな味する。谢谢。いただきます。うわ、カニだらけじゃん。やっぱ旬なのかな。値段が安いよね。1700円ぐらいだからさ、ちょっとカニ感が、お得感すごいわ。めちゃくちゃカニの身が入ってるんですよ。カニ酢がうまいじゃなくてカニがうまいんだよ。これカニ麺ちょっと来てよかった。ちょっとチェーン店侮るなかれ。ちょっとカニ酢が入ると元のこの汁の味と合致してうまさが爆発。一人一個ずつっていう幸せ感が半端ない。カニ麺のお店ってお店によってピンキリだから5000円を超えてくるような高いお店もあったり、また1000円ぐらい食べれるお店もあるけど、1700円でこのカニ感が味わえるんだったら、これはねすごくいいよ。おなじみパコ。パーコー。うん。揚げたて。うまい。赤がしてさ、カニか蘇州式小籠包のどちらかしかなかった。カニがうまいんだったらちょっと期待できますね。少し甘めのカニ小籠包なんですけど、カニ感もちょっと薄いから、ここ来たらカニ麺でいいかなっていう感じではある。蘇州麺食べた方がいい。ここ人気ナンバーワン蘇州麺だから。うまくて本当に味わわないともったいないこれ。血が丁寧に食ってる。最後の一口になっちゃった。あまりに濃厚すぎるカニ麺、とっても美味でした。このお店の人気ナンバーワンは蘇州麺ということで、こちらも頼みました。さすがにシェアです。しみる。ちょっと味薄めだね。胡椒欲しいけどな、胡椒入れないんだね。
麺のコツがあってうまい。チャーシューもさ、値段が26元の麺なのに、でっかいチャーシュー入ってんだよ。こんなでっかい。辛そうですね。とっても美味しいカニ麺でした。このカニ麺、いろんな場所にあってすぐ食べられるって考えたらすごいおすすめだと思います。ということで、ごちそうさまでした。これから、上海野生動物園というところに行きたいと思います。ここはですね、バスに乗って虎とかなんかそういう猛獣に肉を餌でこうあげられるっていうバスツアーがある動物園ということで、以前から気になってたんですけど、今回行ってみたいと思います。動物ももちろんたくさんいるみたいなので楽しみです。到着しました。とりあえず中に入ってバスの VIP ツアーがいくらぐらいで行けるのかちょっと確認したいと思います。入場口の右側にチケット売り場があります。VIP 船プラス VIP 投げるが割引されて160元つうことは3200円。大人1人165元、約3600円ですね。結構高くない？VIP ツアーは中に入ってから買ってくださいっていうことだったんで、内容とか聞いてどうするか決めたいと思います。いや、このチケットをさ、買えるところをVIP ツアーじゃないとあげられない。普通のやつ、50元のやつだとスタッフが餌入りするとこ見れるだけ。なので意味ないです。船もうつけたい。だって今聞いたわ。ケンケンはせっかく来たんでって言うから、だよねって。ディズニー並みになってきました。チケットを無事買えまして、最初ボートの方に行きたいと思います。VIP ボートツアーや。行け誰もいないけど大丈夫かい？ちょっとトイレ行っとけばよかったかもしれない。まあいいか。なんかね、ソファーの座り心地がむちゃくちゃいい。VIP 感はあるよ、これ。长几十只生活在一起，没有攻击性。水牛だ。曾经有水一种牛。鱼是江南定，15世紀彻底滅絕。嘘でしょ。前方ちょっとジャングリア的な感じになってきた。まさかの作り物マンモス。で、なんかちょっともうちょっとジャングルっぽいの欲しいな。まさかここで餌やる？ここで？嘘でしょ。異国の地に来てチンゲン菜あげに、これじゃ珍獣ハンターにはなれないよ。意外と楽しいわ。なんかあげてみ。おお、すごうん、さすが珍獣ハンター。ね、指噛まれてたで今。高くね、チンゲン菜ツアーにしては。一天行走26公里。水辺の餌やりツアーはチンゲン菜なのかな？嘘だろ？左手边有一母キングコング出てきちゃったよ。でかい、カバ。是世界上最大的杂食性的两栖。こんな近くで見たことないよ。人参を食いに来てるのか？前方あ海虎会在这里。来了成群的狮子，巨型蜻蜓。あ、いやいや雑。なんだこのムカデみたいなやつはよ。もう。中国の施設です。いにしえの今メイン終わったろこれで。カバがメインだったろこれ。もう本当にいい加減にして。ツアーの終わりはさ、悲しい音楽が流れて終わるっつう。水辺ツアーが終わりました。この VIP への期待をなんとかこの後の虎でぶち上げたいところでありますので、早速行きたいと思います。これ？餌はこっちはリンゴと肉や。席に着いたらこういう串がありまして、ここにね穴がありますので、多分ここからこうやってやるんだよ。安全には配慮されてますね。あ、配られた。ちょっと少ない。さあ VIP ツアー開始ですが、おお、これジュラシックパークの前振りみたいなゲートが開いて中に入るっていうパターンのやつですね。おー、すごいのびのびとさ放し飼いされてるんだね。ここがもうアフリカみたいになってる。我们的眼睛啊，它们呢都是双眼皮、小睫毛、大眼睛啊，卡姿呢大眼睛呢就是它们。撮ってる撮ってる。ついにライオン。はいはいはい。食わない。あ、来た。あ、見て。やば。そこなら映る。おお。
お伊勢で肉買わしてくれるなら買いたいんだけど。リンゴは熊さん用でした。うわ、でかっ。うわうわ。うわ。もう終わりって、もうないのって顔してる。みんなバス追っかけてきてる。うわ。うわ。だからもうゆっくり食ってる。してるって感じじゃない。ゆっくりフルフル食ってます。肉を。ああ、美味しかった。うん。いろんな動物が見れて大満足です。あっという間の30分でした。こっちのツアーめちゃくちゃ面白かったこういう体験ができる場所ってなかなか日本でもないと思うので、すごくね、この陸地の方のツアーは良かったです。船のツアーはね、行かなくていいかな。で、今もう4時なんですけど、急いで今度はパンダ見に行きたいと思います。かわいすぎるな。レッサーパンダも見れてよかったです。来る方はちゃんと午前中から来た方がいいですね。広すぎて全部回りきらないわ。でもとにかく綺麗で広くて匂いも全くしなくって、で餌やり体験なんかもできてすごく楽しかったです。ちょっと高いかなと思ったけど VIP ツアーの陸地のだけにすればそこまで高くはならないですし、面白い動物園だと思います。今日の晩ご飯はちょっと豪勢に海鮮が食べたいなということで、虹橋空港の近くの大きな商業施設の中に入ってるいけすがあるお店に行きたいと思います。もう目の前にあるんですけど、でっかいのこの商業施設が。こちらのお店です。なんか店内の作りが水族館みたいになっててすんごいんだけど、いけすがあるお店に行きたいって言ったけど、こんな水族館みたいな綺麗ないけすのお店には来たことがない。なんかね、メニュー見た感じすごい高級なのかなと思ったら、意外とリーズナブルなメニューもあっていい感じです。いけすの中に入ってるのは甲殻類がメインかな。うまっ。なんかチンタオの種類が毎日違いますね。これよだれ鶏、辛いかな。辛い？辛くない？うまっ。辛さゼロ、プリプリ。もうちょっと辛いのかと思ったけどね、辛い方が良かったよね。エビ21匹で35元ってめちゃくちゃ安くない？本当？ちょっと怖い本当かな。いただきます。うまい。マーラー辛くないですね。辛くないよね。エビ団子。むちゃくちゃうまいよ。海鮮もうまいけど、ちゃんと天津もうまい。この店当たりだね。いただきます。もうこのちょっと口に入れた瞬間に少しふわっと、何の香りだろう。香るね、なんか。春巻き。ラーメンうまい。お酒上がってこなかったですか？美味しい。めっちゃうまい。これはもう想像通りのコリコリ。内臓はないから。味は？チャーハン、あんかけチャーハン。いただきます。あ、うまっ。あれだ、コリコリチャーハンパラパラ香ばしいにあんかけがかかってきてめちゃめちゃうまいじゃんこれ。ちょっと食わず嫌いだったかもしれない。どれが有志かわかんないよね。これが一番メニューの最初のページに書いてあったんですよ。美味しい。アワビいただきます。ガーリック味。なるほど。うまいうまい。これはやばい。
胃袋が休む暇がないこれ。カツだね。ブリンブリン。プニをいただきます。あ、うまい。初日のと違って結構こっちは本当に甘めだ。おいしい。甘め。みんな、あ、これやば。すごいボリューム。これで15元やばくないですか？やばい。今まで中国で見た牡蠣の中で一番でかいかも。やべえ。これやべえ。本当に臭みゼロの美味しい味付けのでかい牡蠣って感じだ。ケンケン美味しいですか？マジで日本の居酒屋と同じ値段なんだよ。こんな肉厚を食べる。岩牡蠣ともちょっと違いますもんね。ただでかい牡蠣ですよね。箸休めにマスカットとミニトマトが出てきたい。マンゴープリンです。デザートです。これプリンじゃないな。これなんだ。とろっとしてるの。何これうまっ。ヨーグルトだ。マンゴーヨーグルト。なんか海鮮も全部安くて美味しかったし、お肉料理も全部美味しかったです。日橋空港から近いところにあるんで、こっちの空港から来た人はもちろんのこと、近くに上海動物園とかもあるんで、そういったところを観光したついでに来るのはすごくいいと思います。はい、5日目のもうお昼です。昨日の夜はね、ちょっと飲みすぎまして、汁物が食べたいなと思っていろいろ調べたんですけど、火鍋の一人で食べられるスタイルのチェーン店のお店があるということで、そちらでサクッとお昼ご飯を食べていきたいと思います。もうちょっとお昼のピーク時過ぎた感じの、あ、いいじゃん。カフェも買ってけるよみたいな。一人1個ずつコンロついてますみたいな。メニューはこんな感じでセットメニューがあって、それでオプションで肉とか選んで食べていく感じ。私はこちらにしました。59元で牛肉とかも全部セットになってて、飲み物までついてる。で、汁はトマト味の鍋にしました。タレは自分でこんな感じで作っていきます。店内にはカフェが併設してて、飲み物もミルクティーとかも買える感じになってます。QR コードで選んでいく感じだから、日本語翻訳もできるんで注文自体はすごい簡単です。テーブルに手のひらよりちょっと大きいぐらいの IH が4つついてて、ここで、最大4人までですね、一人鍋を楽しめる。ここはなんかごまだれがすごいうまいっていうことで、ごまだれと、あと普通のタレ。汁のベースを古典的なマーラー、じゃあプラス料金かかった牛の油のマーラー。で、私はトマトです。多すぎやろ。セットの野菜はこういう感じでついてきます。多いね。お肉多いね、これ。ラムです。牛です。でもいいね。いちいちお椀にすがないです。ちょっとでいける。ジャスミンミルクティーです。結構辛いですか？はいよね。肉柔らかい。これ一人鍋って言うけど結構量多いからさ、海底炉とか行くんだったらこっちの方が全然安上がりだな。なんかランチセットみたいなのがもっと安くあった。なんか時間決まってるみたいだけど。麺です。結構本当に一人前多いな。スープトマトのやつちょっと飲みました。すごい美味しい。超絶うまい。辛さがゼロなんだけど、甘さもかなり控えめで、火鍋です。トマトの美味しいところだけ出しましたみたいな。ごまだれうま。変な甘さなくて、ちょっとマーラー入れたらなんかめちゃくちゃうまいんだけど。これならね、僕らも辛いと辛くないで喧嘩もしない。あ、ちょっとだけ、古典的マーラー。古典式マーラーうまいね。辛いけど。ちょっともらっていいですか？味がない。あ、これダメだ。すっげえ辛い。ちょうどいいね。なんか、みんなが好きな味で食べられるってすごいいいわ。多分なんか、残りがそれが。人に肉入れられちゃうとさ、いつ入れたっけなって分かんないから、もうケンタなんてどれが牛か分かんなくなっちゃってる。食べてるけどもうなんだかそうだよ。
うまい。めちゃくちゃ量多かったし、肉も野菜もスープも全部美味しくて、ドリンクまでついてきて大満足です。ごちそうさまでした。今日の晩ご飯は、前回行って美味しかったザリガニチェーンのお店に行きたいと思います。あともしザリガニが美味しかったとしても、エビは確実に今の季節美味しいと思うんで、とにかく甲殻類を食べてお酒飲みたいと思います。こちらのお店です。前に行ったのよりも大きなお店ですね。でもなんか夏はめっちゃザリガニ屋さん混んでたけど、やっぱり少し空いてる感じですね。なんかあんなに夏はザリガニ推しだったのにメニューの写真がザリガニが1個も載ってない。やっぱりザリガニさ、夏に比べて高いと思うわ。ザリガニは中止しよう。ちょっとやっぱ旬に食べろってことだね。テーブルの上に大々的にいわばカニが旬ですよっていうポップがあります。なんでカニかな。今日はこの雪花ビールのちょっと高級なやつを飲みます。ちょっと高級って言っても18元なんですけど。なんかちょっとまろやか系ですね。上海ガニ。まさかザリガニの店で上海ガニ食べれると思ってなかった。辛さがなくって一番人気のやつを店員さんに教えてもらいました。4匹入ってたけど半分に切ってあるから8ピースあります。うまそう。やば。卵入ってるよこれ。硬いんだよね。こう渡りガニみたいに。うわ。いただきます。うまい。うまい。やばい。待って。卵たっぷり。これ初日に食べた店よりもお得感はあるな。一皿3000円で4匹入ってるから。うまっ。バリバリやった方が。歯が強いんだな。これなんだ。ピーマンかな。これ。なんだこれ。アロエ。麺を入れました。全部食べきれてないんじゃないかってずっとほじくっちゃうっていう、どこまで食べたらもったいなくないのかっていう議論が。しかもなんかあんまりガシガシしてると毛が。やっぱカニ麺って優しい食べ物なんだね。全部剥いてくれてるからさ。ご飯のっけました。米と合う。牛串です。うまっ。これここの牛めっちゃうまいよ。辛いし油すぎない。うわ、カニうめえ。カニもういらない？いる。やばいやばい。めっちゃ辛そうなの来たけど大丈夫。辛さ3だからね。うわ、長エビだ。辛そうだけどね。でもこの8個のこのエビと4匹のカニほぼ値段一緒なんだけど、食べるとこの多さで言ったら全然エビ。見て、こんなでかいんだよ。すごい辛いっていうからちょっと怖いな。うまっ。辛っ。美味しいねこれ。味噌がめちゃくちゃ多いんだこのね。味噌がこんだけたっぷり入ってます。辛うまだねこれ。しびれ系ではあるけど死ぬほど辛いではない。で後からなんか謎にすごい山椒の辛さがくる。ビール進んじゃう味だわこれ。エビを口の中に入れて麺で伸ばし込みたい。カエル串ずっと食べたかったんですよね。フライドチキンみたいになってる。いや、美味しそう。美味しい。どういう系？全然臭みもなくて、鶏肉に近い感じ。スパイスが効いて美味しい。ザリガニを食べに来たんですけど、まさかの上海ガニとかあと美味しいエビも食べられてよかったですということで、ごちそうさまでした。はい、6日目の朝です。今日はですね、地元の人に人気のローカル麺屋さんで朝ごはん兼お昼食べたいと思います。みんながこぞって飲んでるビタソイっていうのを頼んでみました。なんか不思議な豆乳って感じだ。エビ麺。麺が固めで焼きそば
みたいな感じでうまっ。でもこれ普通にね、このネギ麺もさ、この200円でこの味付けなの。ネギ麺でもすごいいいよね。200円だよ。辛い肉とザーサイの汁麺。しみる。どう？うん。この麺がうめえ。硬くて。お肉もいっぱい入ってんだよ。お昼時で満席になってた。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでこれから日本に帰るんですけれども、3回目の上海グルメ旅あっという間に終わってしまいました。旬の上海ガニいろんな形で堪能できて、蒸したのはもちろんのこと、いつも以上にカニ小籠包とかカニ麺もたくさん食べられて、全部美味しくて大満足でした。今回はすごく気温が寒かったのもあって、火鍋もとっても体に染みて、また上海に美味しいものを食べに戻ってきたいなと思うような、そんな旅でした。またコメント欄でもぜひここの食べ物が美味しいよとか、この時期にここに行ったら美味しいの食べれるからねっていうのがありましたら教えてください。この動画最後まで見てくださりありがとうございました。ということで今回の動画は以上になります。またねー。